不動産屋さんの怪談です。久々にサイキックの友人マサルさんからつい最近体験したお話を伺いました。東京の世田谷区に二子玉川という通称ニコ玉の愛称で人気のおしゃれなエリアがあります。今回はそんな人気エリアにはふさわしくないマサルさんならではのお話です。その二子玉川の駅前にはデパートがありました。そのデパートの地下からは通路で駅までつながっていて、雨の日など便利だったそうです。その地下通路にはたくさんのお店があり、その一つにこじんまりとした喫茶室がありました。ある雨の休日、マサルさんは家族と一緒にニコタマに買い物に来ていたそうです。いろいろと動き回り、マサルさんも家族も疲れたので、帰る前にどこかで休んでいこうということになりました。そこで地下通路にあるその喫茶室に入ったそうです。その喫茶室の店内はよくある今風の普通のカフェで、7、8テーブルぐらいあり、ざっと店内を見渡せる広さでした。入り口入ってすぐ左に会計カウンターがあり、右側にテーブルが点在していたそうです。マサルさんたちが中に足を踏み入れると、その入り口のすぐ右側、つまり一番出入り口に近い席に一人の若い女の人が座っていました。その女性客以外には他2組のお客さんが奥の席にいたそうです。マサルさんたちがテーブルに着くには、その出入り口付近のテーブルに座っている女の人の前を通らなくてはなりませんでした。その時マサルさんはその女の人を見たくないという微妙な不快感がしたそうです。なぜか目を合わせたくないと直感的に思いました。それだけではなく、マサルさんは寒気を感じました。実はこれはいろんな意味で良くないサインなんだそうです。それでもマサルさんたちは店内の真ん中あたりの席に着くことになりました。小さいカフェですから、どの席に座ってもその女の人が見えてしまったそうです。マサルさんはとにかくその女の人に微妙な嫌なものを感じているので、できる限り考えないようにしていたそうです。もちろんマサルさんはそちらの方は見ないようにしていましたが、どうしても視界の端には入るので、早くコーヒーを飲んでさっさとカフェから出ようと思っていました。しばらくすると、マサルさんの視界にその女の人が席を立ったのが見えました。ああ、出ていくんだなとほっとしたそうで、よかった、だったら慌てずゆっくりコーヒーを飲もうと思ったそうです。そして一口ほどコーヒーを飲んだ後には、もうその女の人は視界に入らず、店内からいなくなっていました。その後は家族でゆっくり休み、しばらくしてさあそろそろ帰ろうとなって、マサルさんたちも席を立ちました。それで出口の会計カウンターに向かう途中、さっきの女性が座っていたテーブルの前を横切ったそうです。その時マサルさんはふと何気なくそのテーブルに目が行きました。するとそのテーブルと女の人が座っていた座席がびちょびちょに濡れていたのです。どういう感じかというと、コップの水をこぼしたような感じではなく、よく絞っていないびしょびしょの雑巾でテーブルと座席を拭いたような濡れ方だったそうです。マサルさんはお店の人がしたことなのか、誰の仕業なのか不可解に思いましたが、さほど気にせず会計を済ませました。そしてマサルさんたちがカフェから出ようとした時、やはり気になっていたのか、マサルさんはまたふとあの女の人が座っていた席を見たそうです。一瞬マサルさんは足が止まってしまいました。あの女が座っているのです。出て行ったと思ったのに、そこにいたのでした。実はそれはありえないことでした。なぜかというと、店内にはトイレはなく、もしトイレに立ったとしても一旦外に出てデパートのトイレを使用しなくてはならないのです。ですから戻ってきた時に、会計のある出入り口にいたマサルさんたちの目の前を通る必要があるのです。また厨房奥から出てきたとしても、同じくマサルさんの前を通り抜けることになります。当然終始
どの方向からも誰一人出入りをしていませんでした。よくよく考えてみたら、さっきあの女が店内で席を立ったのが視界に入ってきた時、マサルさんは女が店の外に出て行ったのは見ていません。いなくなったから当然出て行ったと思っただけでした。今から思えば全く音も立てずに消えたようにいなくなっていたのでした。霊感の強いマサルさんはこの時この女性は生きている人ではないと分かりました。こうなったら早くこの場を立ち去るしかないと、マサルさんは急いで家族とカフェから出たそうです。マサルさんは霊を見た時はできる限り気がつかないふりと、その霊のことを考えないようにするそうで、気を紛らすために地下通路にある別の雑貨のお店に入ることにしました。明るい店内で家族と話しながら商品を手に取ってみたりして、さっきの女のことを考えないようにしていたそうです。そしてマサルさんはさっき見たことを考えなくなって、気分も変わり安心した時でした。マサルさんの耳元で、だって動けないんだもの、という女の声が聞こえたそうです。どうやらマサルさんが女の霊に考えていたことをすべて読み取られていたようです。マサルさんは私に、その女性は今の時代より少し前の人の感じがしたと言っていました。おそらく多摩川の水難事故で亡くなった人なのではないかと思うそうです。その時代からずっとあの場所にいる自爆霊だということなのです。でも聞いた話ですが、霊は長い時間とともに薄まり、消滅するのではなく、周りに溶け込んで、いずれ個別のものではなくなるんだそうです。そしていつかはマサルさんのような見える人の前にも姿を現すことはなくなるそうですが、真偽のほどは分かりません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。